こんにちは、今回は白とグレーの毛糸を使ってちょっと大きめのポーチを作ってみました。裏側もこういう感じで、全部同じ編み方で編んでいます。で、蓋も作っていて、蓋を開けるとこういう感じである程度物が入るんじゃないかなと思います。楕円底にしてますね。で、蓋部分は磁石で留めるボタンにちょっとつかないにしました。こういう感じで一応自立できるぐらい厚みがあるポーチになりました。編んでるところ取りましたので、よかったらご覧ください。はい、パート1で底を作り終えたので、ここから白の毛糸も入れつつ、再度外側を編んでいきたいと思っています。今、画面内ではどっちを中にするか、悩んでいて、裏の方を中にすると、このまま編んでいけるので、ぐるぐるとそうしようかなと思いました。はい、思っています。でですね、この後は、3段ずつ、糸を変えていこうかなと思っていて、まずはこのままグレーの毛糸で、3段、今度は増し目なしですね。増し目なしで、1目に1目ずつをひたすら編んでいこうと思っています。で、最初の目だけクリップしておいて、他のところはね、もうこれは、増し目のマークで、こっから増し目ですよっていうマークでクリップをつけていたので、もう取ってしまって、グレーこのまま、この毛糸を使って、3段やっていきたいんですが、すっかり取り忘れてしまって、はい、今急に画面がお昼になったと思うんですけど、3段やってからの映像になってます。すいません、3段やってきてます。で、引き抜き立ち上がりなしで、さらにぐるぐる編んでるので、こういう風にちょっと湾曲っぽくなりますね。で、今度はアクリル毛糸波太の白の方を2本取りで使っていこうと思います。ここから色を変えますね。で、白の方もダイソーの波太毛糸を使っていってます。で、3段ね、同じ風に同じ段数だけやっていこうと思ってます。はい、毛糸を白の毛糸2本持ってきて、でここで糸を変えようと思います。で、2本のね、糸端を揃えて、で変えるところは、いつもと同じようにシングルクロシェ細編みだったら最後2本をくぐらせるところで変えていきますので、今最後の目をちょっとほどいて、ここ2本引き抜くところ、2本のループ分を抜くところを新しい糸に変えて、その白い方の糸で引き抜くことにしました。で、ここでね、いろんなね糸が出てきてて、ちょっとどうしようかなと思ってるんですが、白の新しい方の糸の糸始末はしていきたいんですよね。なので今この段をやるときに沿わせながらいきたい。で、グレーはグレーで上に上げていきたいんですよね。3段後にまたグレーを使うので、うまいこと上に上げたい。この短い方の白は、沿わせてって糸始末をしておきたいっていうことで、何が何がみたいな感じでもう混乱してます。で、実質3本なんですけど、2本取りだからね 6本になってて、余計わけわかんなくなってますね。はい、白短い方は沿わせることで糸始末をしていきたいです。で、やってることはずっとシングルクロシェ細編み、ただ、V のとこに入れる感じにしてます。で、グレーは今そこで止めて、でこの短い方の方は、処理をしていきたいので、ちょっと引っ張りつつね、細編みシングルクロシェをしています。で、2本引き抜く。で、また次の V のところ V に行って、足は左に避けてねやってます。で、この編み方だと結構深いとこに、通常の細編みよりも深いとこに、入れるので、糸始末がね逆に言うと、しやすい、なんて言えばいいんだろう、
ちょっと今糸絡んじゃってますね。深いところに行くから厚みが出て糸始末が見えにくいって言えばいいのかな。こうやって単に沿わせるだけでもしっかりした厚みなので糸が出ることなく、始末ができると思います。ただね、本当にもう100万回ぐらい言ってるんですけど、このねジャンボかぎ針がとにかく滑ってやりにくかったです。なんか悪い口コミみたいになっちゃってますけど、あくまでねこのアクリル毛糸との相性が良くなくって、苦労しましたってことをお伝えしてるだけですで、白これで3段をひたすらやっていくだけです。でですね、この引き抜きと立ち上がり今回なしでいってるので、最初のとこだけ、クリップをねしっかりつけて、で3段分やっていこうと思います。で3段分やってきました。で白がね割とパキッと出ていい感じかなと思ってます。で今度グレーにするっていうことなんですが、今ねこれ裏見ていただくと、グレーを立ち上がり忘れたんですよ。上に持ってき忘れたので、これをちょっとたるませて、後で切るんですけど、後でこうやってねこの分糸処理する分だけたるませて、このまま次グレーでいこうと思います。で白はたるまないようにピンと張って、でグレーでいきます。で、糸を変えるところはずっと同じで、最後の目の最後糸をこうくぐらせるって言えばいいのかな、とこで色変えてます。でこのグレーも引っ張ってたるまないようにして、でこのクリップが最初の、目のマークですね。引き抜き立ち上がりなしでそのままいくので、どこで値段数が変わったか分かりづらいので、最初のクリップだけはずっとつけるようにしていました。はい、このクリップをね最初のところつけて、こういう風にね色が変わってるとこは分かりやすいんですけど、色変わってないとね大変なので、でこのペースでまたグレーやって白やってっていうのを、希望の長さまで高さまでやっていこうと思います。うさぎちゃんはねこうやって余裕で生えるぐらいの、大きさになってます。はい、しばらくやってきて、グレー3段白グレー白グレーで、今一応白やってみたんですけど、ここら辺でいいかなと思っていて、こんな感じのねサイズにしようと思います。でこっからは蓋をつけようと思ってるんですよね。で今んとこ、こっから白でやっていこうかなと思ってるんですが、その前にちょっと、出来上がった幅が23センチぐらいで、高さがこの楕円底のとこは数えないとして、今クリップのとこからね始めてるので、ちょっとはみ出してる14センチぐらいになりました、高さが。でここから今蓋のことを考えてたんですけど、どうしようかなと思ってて、ここがスタートのラインで、なのでこれをずっと延長線上に行くとちょっとねずれるんですよね。なのでこの段のずれが分かると思うんですけど、いろいろ悩んだ結果一回白ほどいて、でいい感じのところに測り直しました。でこのね段のこの1個ねずれてるのが気になるので、さっき今こっちをね蓋にしようと思ってたんですけど、こっち側ではなくって逆側のね今背中に向けてる方から蓋を生やす生やすって何、蓋を作ることによってこの内側にでなんて言えばいいのかな、蓋でこの段のちょっとしたズレが隠せるんじゃないかなと思って、なので、白の段をほどいて、でこのままに一回グレーをここでちょっと引き抜いてギュッとして逆方向で、そこから白で、蓋を作っていこうかなと思っています。なので今こっち向いてる面、はい、向こうからこっちに蓋を作っていきたいと思っています。でですね、蓋もいろいろ作り方があると思うんですけど、ちょっとねサイドのなんて言えばいいんだ、長さよりは
短めにしたいんですよね。で、この白を使いたいんですけど、持ち上げるとねもう混乱しちゃうので一回もう諦めて切りましたでここからやっていくんですが、今このクリップが両端に見えるものが、両端なんですね端っこなんですよ。でその1個内側にすると、片方からこうパタンと折った時に、折りやすいかなと思って、なので1目ずつ、内側にしてるって言えばいいのかなにしてます。で最初は引き抜どうしようかな、ここもねどうしようかなって考えたんですよね。巻き込みつつ、本当はここで目をちっちゃくしたいのでもう一回このままいきなりシングルクロシェ行きたかったんですけど、今悪戦苦闘してて結果的に、無理だなと思って素直にものすごくちっちゃくシングルクロシェじゃなんて言えばいいんだ、チェーンをね1回してます。諦めてます。でこれをギュッとやってこの目が見えないぐらいにして、でやることはV の中に相変わらず、シングルクロシェを入れています。でこの白で、とりあえず1段いって、このクリップのとこで切ってもう1段やって、切ってもう1段やってっていう風にやっていこうと思ってます。はい、とりあえず端っこまで来ました。でこの V の、編み方は、ぐるぐる編みの時は、楽ちんなんですけど、往復編みの時はいちいち1回ずつ切らないとこの編み方ができないんですよね。ぐるぐる編み専用の編み方なのでなので、蓋の時はちょっとぐるぐるできないので、もう一回切って今度また、新たに次の段をまたやってっていう感じでやっていかなきゃいけないんですよね。でこうやって蓋をしたいんですが、今のところのイメージとしては、このグレーの段の最初の1段目ぐらいまでの長さに来るようにやりたいと思ってます。はい、しばらく蓋をやってきました。右のとこに見えてると思うんですが、1段ずつ切っていってるので、結構糸処理が大変です。で左はもう巻き込みながらやってきました。で 1,2,3,4,5,6 で今7段目ですね。で7段目作って、ここからはちょっとカーブさせたいなと思っています。なので、カーブも減らし目するか1段飛ばすかってそれもいろいろやり方があると思うんですが、とりあえず同じ針は使いますよね。この最初の1目のところはもう普通のところ、通常のところに入れてます。V じゃないところでキュッとさせて、でこれは1目と数えてないので、ここからなんですよね。これが本当のとこなんですけど、どうしようかな、ちょっとねここのね1,2,3ぐらいでカーブを作っていきたいので、まず1目目は普通に、V のとこに入れました。入れてます入れてますと。はい、で次のところを本来なら次のところに行くんですけど、ここのところをちょっと飛ばそうかなと思って、いきなり3目目2目目を飛ばして3目目に入れることでカーブを作ろうかなっていう風に落ち着きました。やり方としてね。で今なので1目目の次に3目目、特にチェーンとかもせずにいきなり一目スキップしている状態ですね。これで一回やってみようかなと思ってます。はい、で逆方向も同じことをします。はい、逆方向というか逆端まで行って、で最後3目残した状況で3目目に入れたので、2目目最後から2目目はスキップして最後の目に入れます。最後の目はね兵隊の足が、2つあるわけではないのでちょっと見づらいんですけど、片足だけあるので片足を左に寄せて入れれば OK です。でまた一応ねチェーンでギュッとしてまた切んなきゃいけないんですよね。これがね往復編みじゃできない編み方なので、ちょっと厄介でした。
でこのペースでまた、減らしていこうと思ってます、目数を。はい、できたので、また次3段目ですね。でこの3段目も最初は、普通のところ、この横になってるところの、普通のところに入れて、それ1目目ですね。それとか言ってこれ1目目なので、最初のチェーンのところは普通のところで大丈夫です。糸をねちょっとつなげたいだけなので。でここに糸通して、だから日本じゃなくて海外の人のやり方だと、あらかじめ先にこうなんていうんですか、ギュッてループ作っといてやる方もいますよね。どっちでもいいと思います。で今度こそ1目目はこの V のところに行きます。で足がちょっと見えると思うので、真っ白なねふわふわな足が見えると思うので、頑張ってこれを両足とも、左に寄せて右側から針を出しています。指が邪魔で見えないと、いいところが見えないですけど、そこから出しました。でこれが1目目ですね。なんかこう最初から最後まで苦労してますね。1本しか取れてないのででもなんか今力ずくで持ってこうとしてますが、こういう時はねもう一回やり直した方が本当は早いですよね。ちゃんと抜いてね諦めました。改めてでもねこうやってギュッてやってたから大変だったんですけど、目自体は綺麗に揃いました。あんまり緩かったりきつくなったりとか、そういう風にこうなんていうんですか、差があるわけじゃなくって、全部みっちりとした目が出来上がったかなと思います。でようやく今1目入れたので、なんかちょっとそこ毛羽立ってますね。さっきと同じやり方でこの2目目は飛ばしてしまって3目目に行こうと思います。そうすると、両側がカーブができるので、はい。で今、123段を1段目普通、2段目を、減らし目、3目目も減らし目というか飛ばし目でやって、ちょっとここからはね通常の、やり方なので早送りでお届けしてます。はい、最後の方に来ました。でちょっとね飛ばしてるから目が見づらくなってるんですけど、さっきと同じように今までの2段と同じように2段というかさっきの段か同じように、3目目に入れて2目目飛ばして最後の1目に行きたいんですよね。でちょっとねかなり見づらいと思うんですが、そこが最後の目で今3目目に入れたので、もうこの2目目飛ばしてしまって、このきつくなってるところ、ここの、足が片方しかないんですけど、片方の足を左に寄せて、で合ってるか確認して、そこのに1目作って完成です。でギュッとやっときたいので、一応鎖編みで、ほどけないようにギュッとしています。でチェーン1ギュッとできたので、最初と最後で同じカーブになったと思います。でこれはここで切っちゃいます。で今はこういう感じの蓋の状況なんですけど、最初の予定はねグレーをもう一段やろうと思っていて、やってみようかな。なんか白いの出ちゃってる。とりあえずもう一段このグレーの方でやってきます。はい、グレー1段やってきて、当初はここで終わりにしようっていう感じだったんですけど、ちょっとねこのグレーなくてもいいかなっていう気がしてるんですよね。白3段で終わりにしちゃってもどうだろうか、いいかなと思ってます。
ので、一度やってみたんですけど、ほどいて、白3段のところで2部分終わりにしようと思います。こういう感じでいこうと思います。でこのね大量の糸始末もしなくちゃいけないんですけど、もう片方の、糸は巻き込みながら来たので、片方だけ糸始末すればいいですね。で蓋閉める時に、ここの色と色を合わせて、こういう風にならないように、なっても可愛いんですけど、今回はこう色を合わせる感じでこう、3段のとこ、3段のとこ、こっちでもいいんですけど、ぴったりでいこうかなと思いますので、そういう風にこうボタンなりをねつけようかなと思ってます。こういう感じでね。でちょっとこっち側の糸始末が溢れてるのを糸始末して、もう一個はとじ針、このダイソーのとじ針3本のいずれかを使って、真ん中か、大中小の中か大ですかね。とりあえず中を取ってみましたが、これで全部そっちに沿わせて、で処理してっていうのをやっていきたいと思います。ってことでで終わってました。糸処理全部終えました。こういう感じになってます。手根も使ってないのはちょっと避けて、でもう一回だけサイズ測ろうかな。こうやって自立します、こうやって自立しますとか言って、今蓋があるので蓋分でこう倒れちゃうんですが、蓋をパカッてやれば自立する運びです。で、特に変わってないんですけど、幅が22から3センチぐらいになりました。高さが今ちょっと結構自立させると12センチかな。ちゃんと下まで丸みの部分も測ると13センチぐらいで、蓋部分が、9センチちょっといかないぐらいになりました。でこことそこ合わせて、結局ねマグネットフックでつけていきたいと思うんですが、そう毛糸、これだけ余りましたので2玉使ってこれだけ余った感じです。グレーの方がね使ったんですけど、2玉あれば十分な感じになりました。で白はもっと使ってないので、2玉触ってますが、もしかしたら1玉で済むような量かもしれないです。で改めてマグネットホック 14mm のね、こちらも、これはダイソーセリアどっちだったんだろう、どっちかとか言って、これを使ってホックでね蓋を閉めていきたいと思います。これ今更ですが思いついた順に見せてすいません。こういうグレーのバーコードでした。でさらに飾りボタンもつけたいなと思って、これはね多分どっかの服かもともとバッグについてたのが取れたんだと思うんですよ。裏もね可愛いんですけど、今回はこの何て言うんでしたっけ、この怒りなまってる怒りを使ってのボタンをしたいと思ってて、さらに今説明が進んじゃってる、このメタルリングをバッグのこれダイソーですね、サイドにつけて、ショルダーとしてもね紐通してショルダーとしても使えるようにしたいなと思ってます。ハンドでもいいんですけど、で今グレーの糸も出してきましたが、これも、ダイソーの買った糸ですダイソー本当便利ですよね。で、このシーンはですね作ってるシーンはちょっと不器用すぎてお見せできないので、パチンってやったら完成しますよってことをお見せしたかったですよね。で結局この、サイドのところはアクリルのこのグレーの毛糸を使って編み込みました。でこっちは、マグネットフックはグレーの普通の糸を使って、頑張って縫ってみました。よく見ると汚いですこういう感じになりました。でね、割と物が入ると思うんですよね。
今はねうさぎちゃん3匹入れてますが、実際はこれも母にあげてしまって、母はメイク道具を、結構わんさか入れてました。はい、ティッシュとかもね入れても余裕なサイズです。で3段ずつのボーダーにして、でそれを、蓋も場所が合うようにつけてみました。でサイドはこういう感じになってます。スリップスティッチと立ち上がりがなくやったので、目が揃った編み方になったかなと思います。ジャンボかぎ針で、毛糸2本取りでザクザクと編めたので、よかったら皆さんも試してみてください。ここまでご視聴ありがとうございました。